ねえ、フェルセン。あなたはなぜ生きているの？知ってる？私、大勢の前で首を切られて死んだの。あなたのせいよ。私はハンス・アクセル・フォン・フェルセン。生まれはスウェーデンだ。父は軍人上がりの公爵で、スウェーデンの王室顧問にまで上り詰めた男だ。そんな貴族の息子がなんでアメリカにいるのかって、もちろん名誉と出世のためさ。理由はもう一つあるが、それはまた後で話そう。この時ジョージ・ワシントン率いるアメリカ軍はイギリスからの独立を目指して戦っていた。そこで私はアメリカの同盟国であるフランスの軍に参加したんだ。名声を得るには父のように戦功を挙げるのが一番手っ取り早いからね。私は幼い頃からフランス式の教育を受けていたから、フランス語はペラペラだった。そして間もなくアメリカは独立戦争に勝利。私は副官としての務めを果たした。ジョージ・ワシントンから勲章ももらったよ。さあ、大手を振ってスウェーデンに帰れるぞ。いや、しばらくフランスに滞在して人脈を広げておくか。あのお方はどうしておられるだろうか。一目会いたい。自分で言うのもなんだが、私はフランス宮廷ではモテモテだった。いくつも縁談を持ちかけられたよ。だが私にその気はなかった。私の心の中にはすでにあのお方がいたのだ。彼女はフランスの王妃マリー・アントワネット。今から9年前、私たちは出会った。スウェーデンの国王は私が未来の王妃とお近づきになることに期待していた。両国の関係を強化するためといえば聞こえは良いが、要はスパイをしろってことだ。そこで私は彼女に近づいた。同い年の私たちはすぐに打ち解けたよ。そして気づいた時にはもう手遅れだった。私は彼女に心を奪われていたんだ。彼女も私に好意を持っているように感じた。彼女と過ごす時間だけが私の幸せだった。それから間もなく国王のルイ15世が崩御。いよいよ彼女が王妃となる日がやってきた。私は彼女に近づきすぎていた。彼女は夫のアルミ。大事な時期にスキャンダルがあれば彼女は批判にさらされる。そこで私は彼女と距離を置くためにアメリカの戦争に加わったというわけさ。そして今日、私は彼女と再会した。あなたは王妃なのになぜそんなに寂しそうな顔をしているんだ。胸が締め付けられた。苦しい感情を必死で抑えた。このお方は満たされていないのだ。私はその時心に誓った。決して手に入らないこのお方に我が生涯を捧げると。フェルセンよ、フランスの王妃に近づけるのはそなただけだ。くれぐれも信頼を裏切るようなことがあってはならんぞ。外交官としての任にあたる私はフランス王室に頻繁に出入りするようになった。
彼は言わずと知れたフランスの国王ルイ16世。我が愛する人の夫だ。国民思いの優しいお人だったが、決断力にはいささか問題があった。国王たる者、もっと堂々としてほしいものだが、時に私は彼の相談役を担った。彼は私を信頼し、重要な会議への列席も認められた。私が彼の妻を愛していることも知らずに、私をそばに置いたのだ。いや、実際は気づいていて、あえて追求しなかったのかもしれない。彼は善良な男だ。それゆえに、私利私欲にまみれた王宮では孤立しているように見えた。私はそんな彼に敬意を払い、忠誠を誓った。王妃がご解任された時も、私は心から祝福した。彼女のそばにいられるだけで、私は幸せだったんだ。陛下、あなたは国王です。どうか強くなってください。そして彼女を守る盾となってください。フランスの情勢は悪化の一途をたどっていた。財政は破綻し、困窮に苦しむ民衆の不満は王室に向けられた。このままではまずい。ひとたび火事が起きれば、ヨーロッパ中に火の粉が舞い散るだろう。なんとか消し止めねば。王妃、あなたは豪華さや享楽の印象を避けなければなりません。もはやそうした時代ではないのです。民衆は怒っています。あなたこそが慎みと落ち着き、節度の模範であるべきなのです。だが、その後も特権階級は私腹を肥やし、宮廷貴族は国庫を貪り続けた。ルイ16世は改革に乗り出したが、貴族たちの抵抗に相頓挫した。そしてついに火の手が上がった。1789年7月14日、民衆は武器を手に取り、立ち上がった。バスティーユ牢獄の襲撃を皮切りに、各地で暴動が起きた。もともと士気が低かった国王軍は次々に敗北。その多くが寝返った。暴動はエスカレートし、人々はそれを革命と呼んだ。ベルサイユ宮殿を追われた王室は、パリのチュイルリー宮殿へと移され、革命派の監視下に置かれることとなった。私は王室を守るという使命を果たせなかった。愛する人を守れなかったのだ。フェルセン様、お手紙が届いております。あなたの言う通りでした。私たちは全てを奪われています。尊厳すら失いました。人々は私たちを怪物のように見ています。それでも私は微笑まなければなりません。私は魂の奥底まで疲れ切っています。一体どうすればよいのでしょう。大切な友人の頼みを断れるはずがありません。頑丈な馬車を用意して差し上げましょう。これはとんでもなく危険な賭けよ。あら伯爵、怖い顔してどうなさったの？ようやく私と結婚する気になったのかしら。エレオノール、君に頼みがある。誰にも話さないと誓ってくれ。呆れたわ。決して手に入らない人のためにそこまでするなんて。心配しないで、
お金は用意します。馬車が完成したら厩舎に隠すといいわ。よし、これで資金はなんとかなるだろう。王妃、すぐに参ります。家族と離れ離れは嫌です。全員が乗れる特大な馬車を用意してちょうだい。仰せのままに。フェルセン、私は気が進まない。国を見捨ててオーストリアに亡命するなど不名誉なことだ。実に陛下らしいお考えだ。だが、もう猶予は残されていない。陛下、迷っている場合ではありません。このままフランスにいれば命すら危ういのだ。さあ、いよいよだ。トゥルゼル夫人、養育係であることは一旦お忘れください。フランスを脱出するまで、あなたはドゥーコルフ男爵夫人になりすましていただきます。王女と王太子はあなたの子供という設定です。陛下、あなたは重木のデュラン、妹君のエリザベート様は世話係を名乗ってください。王妃、今宵あなたには次女のマダム・ロッシュを演じていただきます。どうか溢れ出る気品をお隠しくださいませ。出発します。ここで馬車を乗り換えます。王妃、ご要望通りのものをご用意いたしました。荷物は最小限とお願い申し上げたのに、これでは速度が出ない。だが選別している時間はない。このまま行くしかあるまい。直ちに捜索隊を出せ。大変なことになるぞ。気づかれたか。急がなければ。追っ手は来ていないようです。ひとまず安心してよいでしょう。フェルセン、これまで本当によく尽くしてくれた。外国人の君をこれ以上巻き込むわけにはいかない。陛下、ここまで来て何をおっしゃいますか。最後までお供させてください。それが私の使命なのです。妻が心配なのはよくわかる。長い間、王妃の孤独を和らげてくれてありがとう。王妃、どうかご無事で。王妃は無事に故郷へ帰れただろうか。ヘルセン様、亡命は失敗しました。そんなバカな。
あれほど周到に計画したのになぜ失敗した？合流した護衛たちは一体何をしていたのだ？馬車の歩みは遅く、一行は約束の時間に現れませんでした。しびれを切らした護衛たちは解散。それでも陛下たちは安心しきっておられました。行く先々で民衆の目を引き、国王一家ではないかという噂が流れ始めました。そしてついに正体が見破られ、バレンヌの町で捕らえられたのです。民衆は怒っている。パリに戻ればただでは済むまい。あの時私が追いかけていれば。私は生きています。どれほどあなたのことを案じて心を痛めていることか。私たちの消息が届かず、あなたもどれほど苦しまれたことでしょう。返事は書かないでください。私たち全員に危険が及びます。そしてどうかこちらには戻らないでください。あなたが脱出を手助けしたことは知られています。もし戻ればあなたは全てを失うでしょう。どうか危険を冒さないでください。私は大丈夫です。国民は寛容な決定を下すでしょう。だから私には何も起こりません。さようなら。これ以上は書けません。旅の支度を。今すぐウィーンへ立つ。彼は神聖ローマ皇帝レオポルト2世、彼女の兄だ。フェルセン伯爵、妹のことは大切に思っているし、救い出したいのは山々だ。しかし今我々が軍事介入をすれば妹の立場を危うくするだけだろう。我が国は諸外国とも緊迫した状況にある。私は皇帝として自国を守ることに注力せねばならんのだ。期待に応えることができずすまないと思っている。どうか分かってくれ。当ては外れた。ならばもう一度脱出計画を立てるまでだ。私は身分証を偽造し変装をしてパリに舞い戻った。フェルセン、もう良いのだ。命を懸けて会いに来てくれたこと、そしてこれまでの忠誠に心から感謝している。だが、私は二度と国民を裏切るような真似はしたくないのだ。君には生きてほしい。スウェーデンに戻りなさい。This world was built to never reward every piece locked in by quiet control. Effort's a costume, pain is a rule, and virtue a word for someone else's gain. To dream is to invite a and still they whisper, keep going. Hope was only anesthesia by the time さようなら。
私を憐れんで、そして愛して、私を否定しないで。愛する人から否定されるのは死と同じこと。私はあなたを崇拝することを決してやめません。Even tears feel too indulgent now, so I hide my heart to stay intact. There's no right to ask why not me, not even the right to want an answer. Ones like these don't close with words, so silence is scribe instead. I was taught to believe I'm worthless until I nodded and agreed. Tomorrow will come, but it means nothing. Still, I keep breathing only because I must.「あなたはもういない。私はこれから先どう生きていけばよいのだ。あなたと共に死んでいればよかった。民衆が憎い。憎い。憎い。そうだ。子供たちはまだ生きているではないか。まだ幼いあの子たちはこうしている今も苦しんでいる。彼らを取り戻さねば、それが私にできる罪滅ぼしなのだ。私はオーストリアや諸外国と交渉を重ね、王太子、いや、ルイ17世の奪還計画を立てた。そこで浮上したのが、幽閉されている彼を密かに替え玉とすり替えて国外へ脱出させるという案だ。だが、厳重な監視をかいくぐるのは容易なことではない。オーストリアや王党派貴族の腰は重く、計画は遅々として進まなかった。そしてその小さな心臓は、憎しみの渦の中で、静かに鼓動を止めた。申し訳ありません。この命に代えても、必ず王女を取り戻します。私は根気強く交渉を続けた。亡命後の受け入れ先を確保し、安全な護衛計画を立てた。そしてついに、事態は動いた。オーストリアが捕らえていたフランス人の捕虜たちと引き換えに、王女は3年ぶりに解放された。そしてフランスを離れ、母の故郷へと旅立った。愛する人の面影を一目見たかった。だが、合わせる顔などあるはずがない。私は彼女の大切な家族を守れなかったのだから。マダム・ロワイヤル、あなたは亡命者です。不遇の人生を歩むことになるでしょう。せめて、安心してフランスに戻れる日が来るように、私も力を尽くしましょう。スウェーデンに戻った私は、国王グスタフ4世の下で出世を重ねた。王女はどうしているだろうか。あの男がフランスにのさばっている限り、王女に安息の日は訪れない。1805年、スウェーデンは対フランス大同盟に参加。皇帝ナポレオンの排除を目指した。
だがフランスに加担するロシアからの攻撃によりスウェーデンは甚大な被害を受けた。それでもなお強硬な姿勢を崩さないグスタフ4世に軍部や一部の貴族たちは危機感を募らせていった。そしてついにクーデターが起きた。絶対王政は廃止されグスタフ4世は追放。改革派はカール13世を擁立。だが彼には息子がいない。早急に後継者を決める必要があった。そこで私はグスタフ4世の息子を後継者に据えるよう主張した。ナポレオンに屈し王の名誉を奪ったクーデターに対する私なりの抵抗だった。だが私の提案は相手にされなかった。もはや私は過去の異物か。結局後継者にはノルウェー総督のクリスチャン・アウグストが迎えられた。彼は穏健で有能な軍人だ。民衆からも慕われている。ノルウェーとの関係強化、そしてナポレオンを刺激したくないカール派にとって彼はうってつけの存在だったのだろう。しかしその数ヶ月後、事件は起こった。クリスチャン・アウグストが不審な死を遂げたのだ。カール派は私に疑いの目を向けた。グスタフ派の私が彼を毒殺したのではないかと。私が王位を狙っているとまで噂された。噂を真に受けた民衆からは人殺しと罵られた。いつでもそうだ。彼らは自分の目で見ていないことでも簡単に信じてしまう。愛する人よ、あなたも同じ気持ちだったのでしょうか。国民から殺意を向けられてどれほどの恐怖や悲しみを感じていたことでしょう。あなたに会いたい。Walk home beneath the sunset sky, our shadows long side by side. Even the smallest words we shared now echo through my empty heart. Wave goodbye with a silent smile, wanted to hold you back, but I thought being strong was the kindest thing to do. So much I wanted to say to you, but I was afraid it would break us. Even with my eyes closed now, your smile still lingers here, just like it did that day. The seasons quietly pass me by, leaving only memories behind. We don't talk anymore, I know, but still I wait for your name to show. Past someone in the crowded street, a glimpse of you made me turn around. I know it's hopeless, but I still dream somehow. I pretend I moved on from you, but my heart keeps calling your name. Even if we can't go back again, the love we had was never a lie. If I could see you now once more, I'd finally say it without fear. I loved you, just doesn't feel enough. You were everything to me, more than anyone else. If I could see you 最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをお願いいたします。それではまた別の歴史でお会いしましょう。I loved you.
you just doesn't feel enough.